カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、風花です。さて4月に入りましたね。日本は4月から新年度が始まりますので、リスナーさんの中にも新入生や新入社員としてこの4月から新生活が始まる方もいらっしゃいますかね。というわけで月が変わりましたので、今月の歌のテーマの話題からいきたいと思います。今月のテーマは歌うまアイドルです。私がいわゆるアイドルが歌うダンスミュージック的な K-POP よりも韓国の歌謡曲を好んでいることはリスナーさんもよくご存知だと思うんですが、韓国のアイドルは全体的に歌唱力が高いんですよね。普段はダンスミュージックを中心に歌と踊りをこなす美しいビジュアルの方々が突然ソロで情緒的なバラードを歌ったりするんですけれども、それが本当に上手なんですね。私が韓国の音楽と出会った2000年代初頭はアイドルといえば GOD とかシンワとか、それから P さんってレインさんっていう方なんですけど、そういった方々を聞いていたんですが、その後私は歌謡曲を追いかけるようになったので、アイドルはもうほぼノーマークだったんですね。で、私がアイドルの歌唱力に注目するきっかけになったのが覆面歌王という番組です。そこですごく心に響くバラードを歌っていて、この人は絶対にベテランの歌手だろうなと思っていた人がお面を取ったら実はアイドルだったとか、時には大御所の歌手と競ってアイドルが勝つこともあったりしてですね、若いのにすごいなと思って、歌唱力ってもともと先天的に歌が上手い天才的な人はいるんですけれども、特にバラードの歌唱はどこで何をどう表現するかみたいな曲を分析して追求していく作業が必要だと思うんですよね。でもアイドルの方は歌だけやっているわけではなくて、ダンスも非常に高いクオリティで仕上げながらここまで歌唱力も追求するんだなという点に非常に感動しました。その努力の文化というか飽くなき追求の文化が韓国のエンターテインメントの魅力だとも思いますね。そんなわけで今月は私が特に紹介したい歌うまアイドルたちの名曲バラードをお届けします。年代としてはここ10年以内にリリースされた比較的新しい曲が中心の1ヶ月になると思いますね。さて今回のトーク会では初めて日本の韓国料理のお店を紹介します。これまでは韓国の美味しい食べ物やお店を紹介してきたんですけれども、日本にも美味しい韓国料理のお店はたくさんあるので、徐々にこういったコーナーも始めていきたいと思います。第1回目は大阪にあるラ・ターブルというお店を紹介します。こちらはグマナスティさんから教えていただいたお店です。エピソードの55回目夏本番暑さを乗り切る冷麺トークの中で、韓国のコングクスという豆乳を使った冷麺を紹介したところ、大阪でコングクスが食べられるお店を探して行ってこられたということでメッセージをいただいたんですよね。コングクスは夏限定の冷たい麺のメニューなんですが、ラターブルをインスタグラムで検索してみたところ、とても鮮やかなお野菜のナムルの写真が載っていてですね、ここは絶対美味しいお店だなと直感してずっと行きたいと思ってたんですよ。で、教えていただいてからだいぶ時間が経ってしまったんですが、先月行ってまいりましてとても美味しかったので今回紹介することにいたしました。この番組はね、そんなに影響力があるわけではないので、今のところ番組で紹介してくださいと頼まれたことはないんですけれども、私はね、今後もステマ的なことはしないので、もう本当に自分がいいと思ったものだけを紹介する方針でございます。今回紹介するお店ラターブルは大阪の西区新町にある韓国料理屋さんです。
最寄り駅は大阪メトロの西大橋駅なんですが、四ツ橋駅からでも歩いて数分でしたね。心斎橋からも頑張れば全然歩ける距離だと思います。今回も見えるラジオではお店やお料理の写真を出しながらお話ししていきます。お店はカウンターが8席くらいと奥にテーブル席が1つある比較的小さな規模のお店です。こちらのお店の経営、お料理、サーブ、すべてを切り盛りされているのがラジオパーソナリティの慶本雅美さんなんですね。現役のプロのラジオパーソナリティの方がやっておられる韓国料理のお店がなんと大阪にあるということで、これは絶対行かなきゃと思っていたんですね。お店の営業は基本的に金土日曜日で、インスタグラムをフォローしていると営業日や空席の情報などがわかります。完全予約制なので、事前にインスタグラムのダイレクトメッセージかお店の公式 LINE から予約するとお席を確保していただけます。私はディナータイムに予約して伺ったんですが、お料理はまず基本のおまかせコースがあって、お野菜のナムルと季節のチヂミとメインの料理で構成されています。メイン料理は季節によっても変わるんですが、サムギョプサル、タッカンマリ、タットリタン、ブテチゲなどですね、多彩な韓国料理の中から選ぶことができます。その他にもキンパやヤンニョムチキンなども追加することができるんですね。予約の段階でお料理の内容についてお知らせがありますので、希望をお伝えしておくとスムーズです。私はメイン料理はナクチポックンというですね、タコの辛い炒め物を選んで、キンパも追加でお願いしました。お料理はまず最初に水キムチを出していただいたんですね。こちらは優しい酸味と爽やかな風味で、出だしからもうビールが進んでしまったんですが、まず1品目から私が感じたのは、いわゆる平均的なお店と比べて塩分が控えめということですね。私は個人的に薄味が好みなので、外食すると味が濃いなぁと感じることが多いんですが、ラターブルさんのお料理は野菜の味がしっかりと感じられる味付けでですね、帰り道に喉が渇かなかったですね。で、医学的にもやっぱり塩分を摂りすぎると血圧が上がるので、健康のためにはなるべく塩分は控えた方がいいということでね、こういった点からもいいお料理だなと思いました。続いて季節のお野菜を使ったナムルをこの日は6種類出していただいたんですが、このナムルが本当に美味しかったです。人生最高のナムルでした。で、私は韓国でも日本でも数えきれないくらいナムルって食べてるんですけど、こちらね、ラターブルさんが優勝ですね。この日はキノコ、キヌサヤ、人参、青菜、ごぼう、スナップエンドウの6種類のナムルだったんですけれども、どれもまず野菜の食感が素晴らしくて、味付けのニンニクやごま油、それから塩分がちょうど野菜の味を一番引き立てる量なんですね。入れすぎていないっていうか、あくまで野菜が主役の体に優しいナムルでした。続いてのチヂミも中にお野菜がゴロゴロたくさん入っていて、もうつなぎで生地が入ってるぐらいの感じなんですよね。で、外はカリッと食感が良くて、お野菜のシャキシャキした食感と味がしっかり感じられてですね、チヂミなんで油で焼いてるんですけれどもしつこくない、そういったチヂミでございました。オーナーの慶本さんは野菜ソムリエの資格を持っていらっしゃるそうで、野菜を美味しく食べてほしいんですよねとお話しされていました。カウンター席だったので隣のお客さんともお話ししたんですけれども、隣の方はですね、明日健康診断だからちょっと体の調子を整えるためにここに野菜を食べに来たんだよとおっしゃっていましたね。続いてメインのお料理はナクチポックンというね、タコの辛い炒め物をお願いしたんですね。で、私がなぜこのナクチポックンを選んだかというと、これはね、本場の韓国では辛すぎて食べられないお料理なんですよ。で、私は一度ソウルで本場のナクチポックン食べたことがあるんですけれども、すごく辛くて、でも私は日本人の中では辛さに強い方なんですよね。
カレーとかは毎回大辛にしても全然余裕で食べれるぐらいなんですけど、それでもソウルのナクチポックンはレベルが違う辛さで、もうね消化管が焼け野原になるんじゃないかって思うぐらい辛かったんですね。で取り皿にお水を入れてちょっと洗いながら食べたっていう経験があります。そんなわけで若干のねトラウマ料理なんですが、日本の韓国料理のお店だったらそこまで辛くないんじゃないかと、食べられる辛さなんじゃないかなと思って今回お願いしたんですね。で包み野菜のサンチュと一緒に提供してくださってですね、味付けはやはり辛みはしっかりありますけれども、日本人が美味しく感じられる範囲の辛さで私にはちょうど良かったですね。でそしてメインを食べている間にキンパも巻いてくださって、またこのキンパもねやっぱ中のお野菜がすごく美味しくて絶品でしたね。でキンパを食べるときにナクチポックンのちょっと甘辛いタレをつけながらディップしながらいただくっていうのも非常に美味しかったです。これでお願いしていたお料理は終わりだったんですけれども、いやまだ食べられるなっていうことで最後にねスンドゥブチゲもお願いしちゃいました。このように基本コースを中心にお腹の空き具合に合わせて柔軟に対応していただけます。価格は夜は基本コースを中心に3500円からでした。ランチメニューはまた別途あるようなので、お店のインスタグラムを確認してみてください。こちら概要欄にリンクを貼っておきますね。オーナーの慶本さんはラジオ大阪のハッピープラスという番組の水曜日と木曜日を担当されていて、その中でハッピーコリアという韓国に関する情報を発信するコーナーをされているんですね。グマナスティさんがメッセージに書いてくださってから私も時々聞いているんですが、お店に伺った時に話の流れで、実は私はポッドキャストを配信していてリスナーさんがこのお店を教えてくれたんですと慶本さんにお伝えしたところ、そのお客さん覚えてますよって、女医さんがやってるポッドキャストをなんか教えてくれて聞いたことあるんですよっていうふうにおっしゃっていてですね、しかもその後なんとハッピーコリアでこのカンバラを紹介してくださったそうで、いやそれを聞いて私はめちゃくちゃ驚きました。いつの間にか地上波デビューしていたんですよ。本当にグマナスティさんのおかげでありがとうございました。そして慶本さんもいつもラジオで話すネタを探してるんですよとおっしゃっていてですね、プロでもそうなんだなと思いましたね。これまでカンバラは1年超えて、ジョイジョイライフは2年以上ですかね。なんとかネタ切れせずに毎週リリースしてこられてるんですけれども、インプットとアウトプットのバランスを取りながら表現活動をコンスタントに続けていくって結構ね難しい時もあるんですよね。で私もまだまだ手探りでずっと修行しているような感覚なんですけれども、そんな発信者としてのお話も伺うことができてとても有意義な時間でした。そんなわけで今回は大阪の西区新町にある韓国料理屋さんラターブルを紹介しました。皆さんも機会がありましたらぜひ行ってみてください。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けています。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。